夜はラーメンの麺があるんで、それとひき肉使って中華油そば、あとプルコギ焼きます。大体名古屋とか地方行く時って本番のどんぐらい前からですか？その先発と後発組があって、先発が3週間前で、後発がその番付発表の前日か前々日ぐらいに行くので、2週間前ぐらいですかね、に来ますね。先発で行ったら土俵を作ったりとかそういうのがあるので、それぐらいで行きます。先発組が環境を作って、後発組が東京でみっちり稽古してから行くみたいな感じですね。それは番付のあれとかできないんですか？あとは師匠が選んだ人がいるので、その時にならないと分かんないって感じですね。バラバラです。楽しみにしてるものとか名古屋ってありますか？楽しみにしてるものですか。僕は、毎年1回は行ってるんですけど、その岩盤浴があるんですけど、そこですかね、岩盤浴と温泉が一緒になってて、めっちゃ汗かいてからでっかいお風呂入ってリラックスするみたいなところがあるんですけど、そこで体リフレッシュして場所にいつも挑んでます。だからそこが一番楽しみです。それはどの場所も名古屋ですか？いや、名古屋ですね。厩舎はその宿舎の前にラーメン屋さんがあるんですけど、そこが楽しみですね。名古屋場所終わって10日間ぐらいオフ。10日間ですか、オフ。名古屋場所終わってオフ10日間ぐらいですか7日間ぐらい。大体1週間ぐらいです。ケロさん何してますか？月曜日と火曜日は名古屋の宿舎の片付けがあったんで、片付けしてでこっち帰ってきてご飯食べたりとかして、あとは部屋の人とカラオケ行ったりね。カラオケ。はい。カラオケ好きなんで結構行かんで。何歌うんですか？何歌う？最近練習してるのが一回もアニメ見たことないんですけど、デジモンのバタフライみたいな、あれってバタフライですか？デジモンのアニメの。もちろんわかんない。もちろんちょっとわかんないです。もう一回も見たことないんですよ、やっぱり。でもそれは歌いたいんです。曲だけ知ってるみたいな。お相撲さん結構歌うまいイメージがあります。誰ですか？お相撲さんって結構勝手なイメージですけど。イメージですね。僕はあんま全然上手じゃないんで。ただ歌うのが好きってだけで、別に歌がうまいわけじゃないんで。直樹さんうまいっすよ。うまくないです。何歌うんですか？カラオケ行くと。いや、歌わないです。あいみょんはやめたんですか？何も歌わない。ちょっと歌詞どんどん忘れてきちゃって。でも最近はやっぱずっと言ってるイコラブぐらいですかね。イコラブいくら分？ぐらいしか、最近はちょっと歌詞あんま分かんない。普段聴いてる曲しか分かんない。いくら分普段から聴いてるからいくら分。そうですね。ちょっとワンフレーズは歌わないです。実家の方にも帰った？帰りました。木曜日に帰って、木金って実家にいて、
土曜日帰ってきました。このタイミングぐらいじゃないと実家には帰れない。まあそうですね。箸休みとか長い休みじゃないと帰れないんで。8月巡業で。はい。1日だけお仕事で行くんで。お仕事で地元帰るとどんな気分なの？いやー、ちょっと複雑ですね。複雑。はい。玉ねぎ入れるの。どういうところが複雑？いや、なんか、喜んでいいのかな。まだちょっと早いんじゃないか。はい。でもまあ、家族に会えるのは嬉しいですけど、そうなかなか会えないんで、もう、電話とかはするんですけど、なかなか実際に会うっていうのが最近ちょっと減ってきたので、この会えるって意味ではまあ嬉しいです。素直に。あと実家のご飯食べるのが楽しい、美味しいんで。実家のもの美味しいんですよ。はい。実家で食べるご飯が一番美味しいです。班長はちょっと節約モードなんで、エネルギー。箸休みは何されてるの？まあ、地元の友達とご飯行ったり、あと長門関とご飯行って飲みに連れてってもらったりとかしてましたね。楽しかったですね。地元へ横浜。はい。ちょっとこっちまで来てもらって、おお互いのなんか中間距離ぐらいで、都内。そうですね。ご飯行ったりしてましたね。班長の方が食べるんですか？いや、僕あんま食わないんですよね。なんか、あんま喋って食べれないんですよ。最近はもうなんか、おかず4、まあ、ちっちゃいの、まあ、普通ぐらいの4つぐらいで、なんか喋りながらお酒飲んでるとちょうどいいぐらいですね。まあ普通の飲み会って感じですか？そうです。それがなんかちょうどいいですよ。がっつり行くよりは。名古屋場所お疲れ様でした。ありがとうございます。無事勝ち越しということで。そうそう、まあ、本場所は、まあ、勝ち越さないといけなかったんで、はい。まあ、勝ち越せてよかったですね、最後は。3-3で最後の相撲を取るとき、本当に、なんていうの、心臓、なんていうんだろう、もう本当に緊張しまくっちゃって、まあ、それでも、やっぱ気持ちでいかないとと思って、勝つずっと思いながら相撲を取ってました。3-3で臨む試合は、それは緊張しますよね。めちゃくちゃ緊張します。全然違いますもんね。はい。千秋楽に取り組みあったとか日あったんで、その時が一番やばかったっす。でも気持ちで勝ったんです。まあ気持ちで、はい、負けないっていう、負けたくないです。勝ちたいっていう気持ちで、それで勝ちにいました。終わった後どうでした？ほっとしました？とりあえずまあ、一安心はしました。なんていうんですかね、負けた相撲の中にも、勝ちたかったっていう、勝てる、本当に勝ちそうだったのに負けちゃった時があったんで、もったいない相撲はしたっすね、今場所。もうちょっと勝ち越せたかなって感じ。そうですね、もう、4勝以上狙えたかなと思ったんですけど、まだ甘かったですね。どんなとこがある意味課題でした？やっぱ土俵際ですね、先場所もそうだったんですけど、土俵際でなんか先に出ちゃって、それで負けちゃったっていうのがあったんで、まあ、今場所も。まあ、土俵際まで追い詰めるのはいいんですけど、そこ決めきれないっていうところですよね、土俵際。だからもう組みに行ったっすね、大体。その土俵際に行く前に組みに行ってってことですね。土俵際まで来たらもう、刺しても、左前道取って、組む前に出すみたいな感じで行きました。
僕は結構人見知りなんで、確かあんま初めましての人と喋れないです。確かに結構ガチで。ちっちゃい頃は公園で遊んでて、知らない子に普通に遊ぼうって言いに行けたのに、今もう無理っす。いいっす。ちっちゃい頃。幼稚園生とかあ公園に遊びに行くじゃないですか。で、遊具とかで遊んでる子に、ねえ、おっこしょみたい今でも公園遊び行ってる。な。たまに公園は行くっすよ。まあ遊びにじゃなくて。お父さん、場所休み何してたの？場所休みは、そうっすね。東京帰ってきて、自分と、桑江くんと、あと、慶賀と、深夜の相馬くんと4人で焼肉行きました。お父さんで行く焼肉って食べ放題じゃないとやばくないですか？あ、もう食べ放題ですよ。お酒も20歳超えてるんで、一応、お酒も一応、飲み放題もつけて、ご飯4杯と、まあ、僕そんなお酒飲んでないです。軽めに飲んでたんです。卵スープ僕絶対頼むんですよ。焼肉行くと。こだわりの卵スープ。はい、卵スープ3杯飲みます。めっちゃうまくて。で打ち上げがあったんですね、瀬戸には。まあそうですね、場所お疲れみたいな感じで行きましたね。そんなぐらいですかね。あとは部屋で。まあそうですね。あ、そうや。俺が言わせるみたいな。言ったっすか？言ってないです。巨田さんと、あともう一人友人の方と、もう焼肉行って、で、その焼肉行った後にカラオケ行ったんですよ。初めて行ったんですよ、巨田さんと。もうめちゃくちゃ楽しかったです。それが一番楽しかったです。カラオケ。やっぱりカラオケなんですね。はい、カラオケ作ってですよ。何歌うんですか？僕は、まあ、バックナンバー。バックナンバー、生前。はい、川崎隆也さんとか歌ってたね。おかしい。俺とは言ってくんの。お前何も聞くな。やば。聞くな。いや、もう聞いてたんですよ、すでに。ああ、そうやったと思ってたので、行くんだな。何が言ってない言ってない。どこも行ってない。無理があるっす。あ、藤井風も歌うんです。まあ、いろいろ歌いますよ、こキングヌーは。れ。いや、全然歌ってねえわ、最近それ。終わりました。どうします？油そば何人前ぐらい作るんですか？何人前4皿分なんで、いつも何人前作ろうとかっていう感じで作ってるんですか？いや、とりあえず4皿埋めよう感じです。 4皿が山盛りになるように作ろう。そうですね。ミニはいつも班長が決めます。班長だったり、まあ、僕の班だったら、まあ、慶賀と話し合ったり、慶賀なんですけど、話し合ったり、あと、まあ、他の班の人にちょっと聞いたりとかですね。とりあえずこれはこれで完成です。やっぱり場所休み明けの稽古ってきついですか？きついです。めちゃめちゃきついです。巨田さんはその余裕だと思うんですけど、き
ついですって言いましたよね。きついですって聞こえなかったらしいんで。だからオフはオフだってしっかりオフ覚えてはでも僕実家帰ってる時夕方と夜は夕方っていうか昼間と夜は家族と家の周り散歩してました。横浜も散歩しました。してないですね。基本自転車ちょっと漕ぐぐらいです。しかも電動自転車。電池は電動自転車。タイヤ太いやいや、それはまた僕はもう本当一般家庭用のやつですね。普通のママチャリの電池。いつスポークが折れるかわかんないですよ。つ。京田さん何キロですか162ぐらいですね。乗るとスポークグニュってなったりしてないですか？いやでも1個前の自転車だったりしたらいきなりこう乗ってたらこう一回落ちるんですよね。段差降りるみたいな。でスポーク12本折れました。12本パパパパパーンみたいな。もう一気に多分外れたんですよ。あ危ねえ。なんか前に進まなくなっちゃってタイヤ、はい、部屋入って4台目かな。じゃあやっぱり自転車の寿命は縮めてるんですかね、みんなそれ。まあ多分そうですね。普通にサドルとかも折れちゃったりする。サドルが折れる。乗ってたらこうなんか元じゃなくてこの椅子の座ってる部分。座ってる部分が僕はこの元です。元？でその座ってたらこうなっていくのが分かるっすよ。ああ、後ろに下がってこのサドルのやつ。それでなんかいやもうなんか元から曲がっていっちゃってでちょっと前に戻そうかなと思ったらバーンと取れちゃって。それは金属疲労って言われるんですよ。それいくら温めててこう鉄が柔らかいからって金属をバーン折れちゃうんですよ。それだけ立派な体をしてるとそういう大変なこともあるんですね。今日の稽古だと何が一番ですかね？ぶつかり稽古ですか？あとムカデとぶつかりがきつかったです。ぶつかりと腕立てがちょっときつかったですね。ぶつかりあれきついっすよ。めちゃめちゃきついですよ。俺多分もうなんか酸欠でもう呼吸の仕方がいや本当に酸欠になります。僕たちもやってて酸欠になります。あれで今日ぶつかりで終わりだと思います。あれで押し切れなかったことも転がしですか？あります。その相撲取った日の後のぶつかりはもう押して、すり足とか入れたり引っ張りっていうのがあってそれ入れたりでぶつかりやってて押さなかったりしたらこう回されたり転がされたりするんでマジで酸欠になります。やっぱりぶつかりやってる時の押してる側の筋張った感じはやっぱすごい。あんま気にしたことなかったですね。やっぱりどのスポーツよりもそもそも体大きいのありますけど、まあまそこの下半身の太さ、あはい。ただ脂肪で太ってるんじゃなくて筋張るじゃないですか、今日ももが。と、首どんどん太くなる。ああもうそうですね。バチッバチッ。僕はあんま頭から当たんないんであるんですけど頭から当たる人は結構な振動くるからなんですよ。よく耐えれるなと思う見てて。それやっぱ自分なりの相撲の取りたい相撲によって違う。そうですね。スタイルが違うと最初の当たり方も違う。
やっぱり大きかったりするとドーンって前に行くってなると最初にどうやっぱ場所だとどう立ち合い行こうかって考えるので、相手が大きかったりちっちゃかったりすると、立ち合いどう行こうかなって考える。甲賀さんとかもたまに変わるんで、立ち合いが頭で当たったり、もろ手で手出して当たったりとかするんでね。いや、いいよ、まあ、喋るの好きよ。そうやっていっぱい喋った。自分の、その、なんていう、生きた人生語るよ。栃木県、お話したっけ？じゃあ、栃木県のどっかで僕は生まれました。僕、三重県の松嘘つけ嘘だけですか？はい。なんか僕はお前、見え。嘘つき。ずっとないです。嘘やろ。三重県まさかじゃん。嘘やん。おらんだってお前みたいなやつ。会ったことないですよ。それが、まさか意外と、あれだよ。狭いから、会うっちゃ会うよ。いや、合わないですよ。いやいや、わかるじゃあ実際会ってないですよ。いやいや、絶対、そいつみんな聞く、絶対見たことないと思う。僕が知らなかったら僕も知らないです。じゃあ、お前人形に呼ばれたんで。おかしい。もうそこで、第3の。おかしい。あんまいい。小川さんそろそろここからですか？はい。そうですね。来月の場所前にもうかかります。もう1ヶ月ぐらい経ってるので、こんな伸びちゃって。 1ヶ月でそれだってうん。ちょっと遅いんじゃないですか。でも遅くなっていいよ。もう毛根強すぎる。毛根強い割には皮膚弱すぎるですかそうです。じゃあ僕はこれね。毛根と皮膚の強さは比例しないんで。ら。比例しないですよ。なんかめちゃめちゃ髪伸びるのに、頭直してて、ちょっと引っかかって、ちょっと引っ張ると、痛いって言うんですよ。 9月まで何キロ増やすんでしょあと4キロ増やします。頑張って。1ヶ月で4キロ増やす。きついっすよ。う？1週間1キロ。だいたいペースそんなもんですよ。ダメなんですよね。来週来た時にじゃあ何キロ増えたか聞かないと。いや、ちょっと忘れてもらっていいですか？忘れといてください、それは。体重だけはどうしても頑張ってもなんかあんま増えなくて。結構お餅とかも食べたんですけど、全然太んないですよ。なんでなんだろうと思って。ちっちゃい頃はちょっと食べたら太ったのに、今じゃちょっとなんかいっぱい食べてもあんま太んないみたいな。どこにその栄養を持ってかれてるんだろうな。でもまだ僕縦に伸びてるんで、あ、身長がまだ止まってないんで、今何センチですか185.6とかそんなやつ。レース90。目指す90。あと 4.4 センチ。また 4？ そうそう、1キロ増やして3キロにすれば大丈そうですね。夫。1センチ伸びて、あと3センチにすれば大丈その簡単に太れる人に聞きたいです。どうやったらその太れるんですか？そのあんまり食が太くなくて太ってる人に聞きたいです。夫。そう先輩たちからいろいろもうとにかく食えって言われる。じゃないですか。もういっぱい食べても太れないんで、なんか効率いい太り方でもないんだ。お前料理酒やんけ。座った。味付けタイム。まためんつゆ入れます。料理してる人も初です。フォトパックって言ってるだけなの。酢を入れます。学校とかでも使うことないんですかね。入ってからです。だからオペでもするんですか？ああ、そうですね。そちらにあるメイドのオペを開始します。
ていうのは冗談でそれ混ぜるんですか？はい、混ぜそばですね。はい。めっちゃいい匂いしそうですね。とりあえず分量は大丈夫そうですね。よし。薄いかもしれないです。やってください。何やったんや。あ、美味しい。美味しいです、これ。美味しい。はい。で、完成？完成じゃないですか。です。どうしよう、もうそれと混ぜちゃう。虫触れますか？虫。虫虫。虫はサビ触れないですか？触りますか？触れないです。余裕っす。たまにもうセミとか死んだふりしてるじゃないですか。相手触ったらズルーってあれ一番気持ち悪いですよね。かばけた感覚でした。なんですか？いや、なんか肌触りがちょっとあの感じが苦手ですね。爬虫類？ヘビ無理な。ヘビは捕まえられるし、田舎っ子なんで首根っこ使ってしょ。結構、あ、でもさ、触った時さ、結構なんていうの？ヘビは結構筋肉質ですよ。ね、ちょっと柔らかいな。カエルとかちっちゃい頃よく触れたんですけど、今は本当に触りたくないです。本当に見るだけで嫌です。トカゲはね。トカゲ無理です。トカゲとかヤモリって尻尾切れて動くじゃないですか。あれが嫌なんですよ。もうちっちゃい頃っていうか、中学生ぐらいでトカゲ捕まえて尻尾ブチッと切れたのに動いてるのに、それがトラウマすぎて絶対触りたくないです。これとかこれでいい。まあいいんじゃない？ここら辺大きさがちょうど。この部屋入ってからですもん、野菜の切り方を覚えた。学校とかで習ってもすぐ忘れる。使うことじゃないと覚えないですよね。はい。伊藤さんは部屋入る前に料理とかしてましたよね。何もしてないですね。入って入ってからですね。大体。た。ちゃんこ場で学んだ。はい。ちゃんこ場で学んだ。そうですね。ちゃんこまで学びました。そういうのってやっぱ教わるんですか？ちゃんと。最初教わります。これ切ってあれ切って。そうですね。鍋の野菜の切り方聞いて、炒めの野菜の切り方聞いてみたいでその後炒めて、こうやって番付をその間に上げて、ちゃんこ番を卒業するんです。な。わかります。幕下15枚目以上。はい。
場所休みってはい。何されてたの？まあ、場所休み、何されるか。まあ、ゆっくり、まあ、家で休んだり、家とかまあ部屋で休んだり、まあ、買い物行ったり、まあ、遊びに行ったり、バラバラっすね。その時によってみたいな。はい。まあ、暑すぎて、外が。はい。あ、でもみんな遊びに行ったり、ご飯行ったり、飲みに行ったり、まあ、成人組は。その休み明けのはい稽古ってやっぱきついですか？そうですね。ちょっと体がなまってるので、しんどいです。まあ、明日から相撲取ったりしてるので、今日の稽古で結構ガッて疲れたんですよ。慣れるまでがちょっとしんどいですね。1週間休んでた後に。リードとかしよう。今ならなんと5000円。そこからなんと20%。1000円ちょっとプルコギ安定してうま。プルコギ安定してうまい。直樹が通したブルゴリ。うん？いちごのやつ？これうまいな。うん？あれがうまいですよ。いや、直樹の腕がいいんじゃない？言い方悪いよな、タレがうまいって。なあ、直樹。言い方悪いよな。言い方悪いですか？タレがうまい。あれうまいっすよね。直樹の手は関係ないんか。俺はカバーしてあげて。若宮宮にバスターシュもしたら聞いてもらっていい？よろしいですか？なんもしてない。名古屋で終わって、その後今日まで何されてたんですか？寝てました。ゆっくり寝て過ごしました。ゆっくり寝ました。楽しく。どっか行ったとかもなく、なんもなく寝てました。ゆっくりした感じですね。寝すぎて腰痛めました。眠りは神々だったんですか？ケイトは僕は名古屋で何したの？名古屋終わって帰終わってってきて場所休みまで何されてたんですか？名古屋で何したの？帰ってきてからでいいんじゃない？帰ってきてトラックがあったんで、トラック部屋の荷物を押して、でもそうっすね。デートしてたよ、俊太と。そうっす。花火大会行きまし男のた。話そこの葛飾の。ああ、はい。で力士何名かいて、
で、そうです、その日は同じに、次の日から何してたんですかね。ダーツやったりしてまし友達と行ってたんでしょ。た。はい。リラックスしてたと。はい、ダーツしたりビリヤードしたりしてまし遠藤と場所終わりらへんに疲れて温泉行ってトイレ行って帰ってきた。なんかなんだったっけ、ゲーセンがあったんですよ、温泉に。だったらボーンボーンって聞こえるなと思ったら一人でパンチングマッチしてる若宮部がいて、よくあそこで一人で出てたら。いや、小中でずっとやってたんで、ただ暇だったら分かるよ。いや、あると思ってテンション上がるじゃないですか。ちょっと途中から来た子供とかから冷たい目で見られたっすもん。俺もちょっと後ろにさ、小学校の生徒がちょっといたじゃん。ちょっと恥ずかしかったもんな。最初なんかパンチをしてちょっと恥ずかしかった。で一緒にやったじゃないですか。一人だったらいいや、まあ。遠藤一人でボーンって、俺近くにいるわけじゃないよ。いないからね。久々に打ったらどんぐらいスコア出るんだろうと思ってやったら超楽しくて。スコア出たってことです。出たです、388とか出て、2回で。いや、一発388出て、うわ成長してるとか思いながら一人でニコニコしてたっす。そしたらトーマさん来たっす。見つかっちゃったの。相馬さん兄弟は、はい、名古屋場所終わって3人で実家帰ったりとかするんですか？いや、帰らなかったですね。もう一番下だけ帰りました。ああ、下だけ。はい。実家帰ると何するんですか？まずそうっすね。いつも行ってる中華料理屋、家族で食べに行って、そこから友達と遊んでぐらいですか。それ以外基本ゆっくりしやすい。お兄ちゃんは僕はお酒飲んだりしたりして。オフを満喫ですか？そうですね、はい。ゆっくり昼間はゆっくり寝て、夜はお酒飲み行ってやってました。今日の場所明けの稽古、やっぱきついですね。そうですね、やっぱり結構息が上がりのが早いですね。7日間休むと結構その体力的に今夏なんで暑いんで結構きつくなります。ありがとうございます。まあいいけど。やんなくてもいいっしょ。大変だな。でもあそこらの広もじゃあもう白川陸しかいない。なんで最近はリクトさんと瓜田さんがもうフル稼働。すごいな。水が好きなの。まあ好きっすよね。
お休み中、じゃあ体でいける？無理。でも遠藤は今場所準優勝だからいけんじゃん。今日しても無理やった。親の好きなご飯、ウインナー。朝ごはんのみんなうまかった。朝ごはんのみんなうまい確かあとはそうだな、バナナとか。に生きてるだろもぎってるだホットケーキとか。けダメ生食パンとか入ってる。みんなフォロー入ってるのかな。カバン大丈夫、問題ない。問題ない。俺らがまた一切口動かないから止まってる。お父さんがそういう仕事だからね。普通の人はないですよ。サラリーマンだからお父さん。で、DIY はそういう人がやってるでしょ。持ってる家あるじゃないですか。直樹さんとかケンさんしか持ってそう。俺ドライバーやんな、家でやる人は。買えないよね、僕は。また。なんかもう笑ってるぞ、もう。無理じゃないですか。なんかおもちゃとか開けるとき頑張ってこドライバーだ。うで頑張って電池入れたり。エッグギャルな、エッグの子かなんかナッツかなんか。え？何杯目？行ってけよ。朝から豚汁が出るんです出るね。あれな、お父さんが朝から作ってる。すごくないですよ。朝から飲んでるって。夜、前日の残りとか。お、梅ちゃん、ようこそ、ただいま。お待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、はい。迷惑かけると思いますけど、頑張ってね。はい。お家になるんで。一生懸命精進させていただきましたので、よろしくお願いします。